こんにちは、アドブローです。今回はヨネックスの E-Zone100 と 100L のインプレッションをお届けします。ヨネックスが誇るロングセラーモデルであるこの E-Zone なんですけれども、デニマカンパニーさんの売上ランキングの動画を見ていてもですね、発売からすでに2年以上が経過しているラケットにもかかわらず、未だに上位に君臨することがあるという、もう本当にね、長い期間売れているすごいラケットとなっております。で、いろんな事情はあるとは思うんですが、そういった人気が継続していることも相まって、モデルチェンジも通常の2年ではなく、3年以上に変更されたというモデルになっております。で、そういったこともあってだとは思うんですが、アクアナイトブラックという新しいカラーが発売されました。で、ヨネックスさんからそれをね、お借りすることができましたので、アクアナイトブラックのビジュアルとかね、そのデザインとかに関してはまた後日別の動画でちょっとお話は、させていただく予定なんですけれども、今回は、今まで動画にしていなかった E-Zone100 と 100L の、その使用感であったりとかね、性能であったりとか、そういった部分インプレをしていきたいなと思っております。で、僕自身は黄金スペック正直ね、苦手意識みたいなのはちょっとあったりはしますし、なんかこう有名なモデルであったりとか、よく売れてるよねって言われるようなモデルを試すと、なんかね、そんなにしっくりこないっていうようなパターンが多くてですね、あれなんか、売れてるやつ嫌いなのかなみたいな、そういうイメージみたいなのもあったんですね。で、今回 E-Zone100、過去にね、ちょっと打ってはいたんですけれども、改めて、いつもの環境で、よく一緒に練習してもらってる人と、実際に打ち合ってみてというような感じでしっかり使い込んでみましたので、その上でどう感じたのかっていうのをインプレさせていただきたいと思っております。で、結論から先に言ってしまうとですね、今回 E-Zone100 使ってみて、すごくね、感触良かったし、何より売れ続けてるっていうのも納得だなっていう、そういう使用感でした。あとは正直ね、欲しいなと思いましたね。はい。なので今回はそういったこの E-Zone の、100についての、魅力であったりとか、なんでこんなに売れてるんだっていうところにも触れながら、お話をしていきたいと思っております。はい。ではまず打球感のところからお話をしていきたいと思います。で、今回のセッティングはヨネックスのポリッツァープロ1.25を45ポンドで貼っています。で、100に関しては、ほぼ同ノーマルで、使用しました。で、100L に関しては、もちろんノーマルでもちょっと使ったんですけれども、僕がこれまで使っていた E-Zone の 98L と同じように、レザーにしてみて、で、なおかつ少し重さを足してみてというような、カスタムを施して、テストもしています。で、打球感なんですけれども、意外なことにとにかく柔らかいなと思いました。はい。手応えも軽めですし、すごく快適性の高いラケットだなと感じました。手に残るような振動もね、少なくなってますし、もう本当に打ってて楽だなっていうのがすごく感じられるようになってました。やっぱりこういう厚みのあるフレームを見ると、硬いんじゃないかなって思っちゃうタイプの人間なので、はい、薄ラケでね、育ってきた人間なので、厚いやつは硬いんじゃないかと思ってましたが、なんなら98で普段貼ってるような、ストリング、ポリッツァーストライクとかが多かったので、その影響もありますけれども、にしても100随分柔らかいなと、随分快適に打てるじゃないのとびっくりしました。はい。で、軽いっていうのもそうですし、衝撃もね少ないなっていう風に感じました。なので打っていてそのフィーリング的な部分すごく快適ですし、その部分だけでも、このラケットを選ぶ理由として十分なんじゃないかと思うぐらいでした。で、ベストセラーで、なおかつ黄金スペックといえばですね、ピュアドライブであったりとか、ピュアアイロとかもありますけれども、やっぱり打球感で言うと、ピュアドライブの方が、やっぱり硬い感じ、硬質感っていうのは、もっと強いと思いますし、ピュアアイロの方が打球感というか手応えって言ったらいいんですかね、っていった部分も重く感じます。はい。なので E-Zone はなんかすごく
あっさりしてますね。柔らかめではあるし、手応えも軽いし、もうスンって飛んでいくような感じですね。人によってはだから打ち応えがないよねっていう表現になる可能性もあるかもしれませんけれども、僕はそれはすごく楽っていうような感覚につながったかなというような感じでした。で、過去に僕のチャンネルで出している一般プレイヤーの使用率ランキングの動画っていうのがあるんですが、その中でも触れているんですけれども、この、E ゾーン100とか、E ゾーン 100L とかっていうのは他のモデルよりも明らかに女性の使用比率っていうのが高かったんですね。で、今回ポリツァープロ貼って打ってみて、こうやって軽い打感、柔らかい打球感、そして楽っていうのを感じて、確かにこういうフィーリングだったら女性使うのも納得だよねというそんな感じでしたね。はい。で、続いて性能についてお話をしていきたいなと思います。各ショットについて軽くね触れていきたいと思うんですけれども、まずストロークですね。もう本当に黄金スペックらしいというか、いろんなショットを楽にさばけるラケットだと思います。合わせるようなスイングもある程度ボールを飛ばしてくれるし、ラケットがね。で、スピンに関しても98より簡単にかかる感じ、ボールに引っかかってくれる、ストリングが食いついてくれてる、言い方が逆かな、ストリングにボールが食いついてる感じみたいなのもすごく感じやすかったので、そういったスピンをかけたショットっていうのもクリエイトしやすいんじゃないかなと思います。で、9位とか単純なボールのスピードっていう点だけで考えれば98の方がいいかな、いい場面もあるかなっていうところはありますけれども、スピンをかけていろんなコースを狙ったり、アングルに落としたりとかね、高い弾道を打ったりとか、そういう変化をつけるっていうのは100の方が当然やりやすいかなと思います。で、あとはギリギリ手を伸ばして、なんとか届いた球っていうのも、面100だし、フレーム厚いしっていうところで、アシスト感じられるかなと思います。で、あと98と大きく違うなって思ったのは、そのアイソメトリックの感覚って言ったらいいんですかね。100の方が普通のラケットっぽいって僕は思いました。で、フェイスの形状が、中央にボリュームが結構ありまして、2世代ぐらい前の V コアですかね、真っ赤だったやつもう割とこんな感じで、その時は他社からの、スイッチする人もすごい多かったタイミングなんですけれども、それと近いのをこのイゾン100にも感じましたね。98だとやっぱりトップの方で打たないとっていうような形状してますし、実際使っててもそうなんですけれども、100になると真ん中でもいいし、多少外しても助けてくれるしっていうところですごく面を広く使える、使えるっていう言い方が正しいか分かんないですけど、スイートエリアはシンプルに広いなと思いますし、全体的にすごく優しいなって思いましたね。はい。で、次にボレーなんですけれども、ボレーもですね、軽いタッチで返球できて、ダブルスとかでもやっぱりすごくプレーしやすいラケットだなと思いました。面がブレるような感覚っていうのも少ないですし、扱いやすさと安定性、すごくいいバランスで実現されてるなと思いました。ただ初めて使った日はですね、もう本当にボールがばらついてしまって、なかなかボレストが続かないみたいなのがあったんですね。で、それは今思うとやっぱりそのタッチが軽いですね。打球感が軽いんで、なんかちょっと強度が高いボレステをしようとした時にうまく制御できない。普段と感覚が違うよねっていうところはあったかなと思います。はい。で、やっぱり普段イーゾン98もそうですし、それ以外のラケットに関してもここまで軽やかに飛ぶっていう感じではないので、もう少し乗っかって飛ばす、乗っかって運ぶっていう感覚が僕の中で強かったんで、そことラケットがちょっとうまくフィットしなかったのかなっていうところがあったと思います。ただ繰り返し使う中で、その後ね、何度も使ってるんですが、どんどん良くなっていってる感じはするんで、慣れの部分が大きかったのかなっていう気がします。で、100L を、カスタムしたバージョンでもボレストとかやってきましたけれども、基本はほぼ100と同じような感じですね。軽めのタッチで打てましたし、で、あとはレザーグリップに変えている分、面の向きが感じ取りやすかったかなと思うし、強弱もね、なんとなくつけやすいような気はしました。より細かいタッチがやりやすくなったっていう表現でいいんじゃないかなと思います。
で、100も 100L をカスタムしたやつもですね、操作性すごく良かったですし、スイートエリアも広い感じがありますし、もうやっぱりすごく快適だなって思いました。で、次にサーブなんですけれども、サーブはもう楽に打てるっていうところが一番魅力かなと思います。はい。で、ストロークと共通する部分かなと思うんですが、単純にそのスピードとか球威とかっていう部分だけを見れば、別に98でもいいっていうか、98の方が良くなる可能性もあるよねっていうような部分はあるんですけれども、そこそこのスピードを楽に出せるし、それを安定して出せるし、繰り返しても辛くないよねっていうところがあるかなと思います。はい。で、サーブでもっと球速が出せるラケット、もっとこう球威の出るラケットっていうのはいっぱいあるとは思うんですけれども、正直、おとなしめだとは思います。荒いところもないし、何か一つが突出してるみたいなのもないし、ちょっとおとなしいラケットだなと思いますが、打てばその分はちゃんとスピードに変換されるし、無理して打たなくてもいいんだけど、頑張ればちゃんと飛ぶしっていうような感じで、なんかすごいね、面白いというか、大人なラケットだなって、現実的なラケットだなって思いましたね。はい。で、スピードはそんなに、そこそこっていう話をしましたけれども、回転はすごくかけやすい、調整もしやすい、そんな感じがあるんで、スピンサーブを例えばワイド、相手のバックに入れるとか、スライスをセンターからちょっとね、相手から逃げていくようなコースにちゃんと入れるとか、そういった、制御しやすかったかなと思います。はい。で、やっぱりその無理に振り回す必要がない、無理に振り回さなきゃっていう感覚にならないラケットなので、はい、サーブ打った後もバランスが崩れにくいと思いますし、サーブ&ボレーへのつなげやすさだったりとか、サーブの次のボールですね、3球目攻撃をしやすいとか、そういうイメージが湧きやすいラケットだと思います。はい。で、一般プレイヤーからすると、やっぱりそういうところの、打ちやすさっていうのは、すごく大事。派手じゃないんだけれども、すごく実践の中では大事な部分なのかなっていうのはすごく感じました。で、今回打ってみて、総じて、扱いやすいし、優しいラケット、いろんな意味で優しいラケットだなって思います。はい。で、あとはそのヨネックスの独特の使用感、独特のフィーリングみたいなのもまだかなり控えめかなと思います。はい。なので他社からの乗り換えっていうのもしやすいモデルかなと思いますし、性能的にその女性でも全然問題なく扱えるラケットで、それがトータルとしてすごい人気につながっているロングセラーになる理由なのかなというのを今回使ってみて非常に感じました。はい。はい。では、ここからは実際に使ってみて感じた高評価な部分と低評価な部分、お話をしていきます。まず、高評価な部分、こちらの4つですね。快適な打球感、癖のない性能、主張しすぎない使用感、そしてアクアナイトブラックも魅力的だよねというこの4つですね。快適な打球感、散々言ってきましたけれども、柔らかいし、軽めだし、なんかすごく楽に打てるよねっていうところ、そして減衰性も非常にいいと思います。ポリツァプロ貼っていても振動止め別につけなくてもいいかなっていう感じですね。で、性能的にはめっちゃ飛ぶとかめっちゃスピンかかるとかではなく、全体的にバランスが良くて、楽にいろんなショットを作れますよというところで、あとは、主張しすぎない使用感っていうところですね。アイソメトリックなんですけれども、やっぱり V コアとかだとなんかすごい独特だなみたいな感じがあったんですね。98も100も両方感じたんですけれども、このイーゾン100はそういうの全然感じなかったです。はい。で、そういったのもあって、例えばバボラ使ってるけどヨネックスも気になるっていう人が使っても、スイッチしやすいんじゃないかなとかっていうふうに思いますね。はい、他社からスイッチしやすいっていうところにつながっていると思います。で、今回は新たに出たアクアナイトブラックですね。これもすごく魅力的ですし、特にその面100の方に関して言うと、かなりフレーム自体がボリュームあるのがイーゾンの特徴だと思うんですね。はい。で、そこで黒になることによってちょっと引き締まったイメージになりますし、ちょっとスリムな風に見えるかなと思うんで、なんかね、フレームが
大きく見えるの嫌だっていう人多いと思うんですが、そういう人にもアクアナイトブラックが出たっていうことによって選択肢が広がるというか、選ばれやすくなったんじゃないかなっていう気はします。で、反対に低評価な部分に関して言うと2つありまして、まず1つ、推進力が若干出にくいというところですね。で、もう1つは人によっては打ち応えが足らないっていうところかなと思います。推進力に関して言うと、やっぱりノーマルで使っていると、僕のね、癖みたいな部分もありますが、ちょっと前に行く推進力が弱いかなっていう気がします。98だとあんまりそういうの感じないんですけれども、100になると、合わせてもね、相手コートに帰っちゃうっていうこともあるんですが、そういったのもあるんですが、ちょっとね、もう少しグググッと相手を押し込むようなショットが打ちやすいとなおいいかなと思いますし、カスタムすれば、そこは問題ないのかなとは思ってます。はい。ノーマルだとちょっとそういう感じがあるかなという、そういうお話ですね。はい。で、人によっては打ち応えがちょっと足らないんじゃないかっていうところですね。はい。ポリツアープロ、貼ってますけれども、すごく柔らかいし軽いしっていうところがあっさり飛んじゃう感じが結構強いと思います。はい。なので、例えば98使っていた人からしても、なんかすごく楽に飛んじゃうなっていう、もうちょい手応え欲しいなっていう人がいても、それは不思議ではないかなと思います。特に男性とかだと、ある程度打ち応えあった方が、振り切りやすいっていう風に感じる人もいたりすると思うので、そういった人には少し不満につながる可能性もあるかなと思います。ただポリツアープロ貼ってこういう感じっていうだけの話なので、例えばポリツアーストライクとか貼ればもっとガシッとしてくると思いますしね。はい。選択肢はいくつもあるんじゃないかなって思います。はい。なのでストリングのセッティングとか、お借りできている間にちょっとね、もう少し身に詰めてみたいなと思ってますんで、はい。継続レビュー、こちらもね、楽しみにしといていただければなと思います。はい、では最後にですね、軽くライバルラケットとのお話をね、していきたいなと思います。黄金スペック、たくさんあります。はい。ですけれども、その中で感触とか性能的に、これが比較的近いんじゃないかなっていうのをピックアップするとしたら、僕としては、ウィルソンのウルトラ100かなと思ってます。色味的に近いっていうのもね、ちょっとあったりはするんですけれども、発売時期も近くて、はい、性能的にも結構似てるかなと。で、共通する部分としては、あんまり主張がないところかなと思います。はい、もっとカチッとしてるとか、もっとボールの引っかかりが強いとか、いろんな黄金スペックありますけれども、そういったラインナップの中でウルトラとかイーゾンの100ってすごく普通な感じがするかなと思います。はい。で、どちらもね、なんか使用しているプレイヤーの層っていうのも比較的近いんじゃないかなとは思いますね。女性も使ってるし、もちろんある程度アシストが欲しいと思っている男性も使うとか、そんな感じだと思うんで、はい、近いかなと思いますし、どちらもあまり主張しすぎない黄金スペックっていうような立ち位置と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。アシストは最低限あるんだけれども、基本的には扱いやすくて、いろんなことができるよね。そういう味付けが支持される理由にもなってるんじゃないかなと思います。はい。で、どちらもね、限定色で黒っぽいのがあるっていうのもちょっと似てるところかなと思います。で、ピュアドラとかピュアアエロとは、カテゴリー的には一緒になるんですけれども、やっぱりちょっと違うのかなっていう風に僕は感じました。はい。いい意味でも違うのかなと思いますね。はい。はい。ということで今回はヨネックスの E ゾーン100、100L を改めてインプレッションさせていただきました。最初にも言った通りもう発売から2年以上経っていて、これまでのラケットのモデルチェンジのサイクルから言うと、かなり古いという言い方はあれかもしれないんですけれども、はい、かなり時間が経過しているモデルなんですけれども、実際打ってみてね、正直欲しくなりましたし、なんかね、98で散々ボレーがうんちゃらみたいに言ってたんですけれども、ボレーもしやすいし、なんかね、直近で T ファイト打ってて、ちょっと手首とかね、肘が痛いなみたいになってたんですけれども、
そういった心配も多分出てこないだろうなっていう優しさもあって、はい。ちょっとね、欲しいなと思いました。で、車椅子テニスで活躍されている小田凱人選手も、多分昨年からですかね、その前は e ゾーンの 98L を使っていたらしいんですけれども、e ゾーン100に変わってまして、僕もね、片手バックですし、アシストは欲しいお年頃ですし、依存100でもいいんかなとか思ったり、でもね、98にポリツアープロ貼ってみて、ちょっとまた打ち比べをしてみてっていうのを動画にしようかなと思っています。一応 98L と 100L 同じセッティングにしてみてね、どういう違いが出るのかっていうのを確かめようっていうのを今考えてますんで、そちらもね、動画にするのを楽しみにしといていただければなと思います。今回の動画少しでも参考になったよっていう方はよろしければ高評価ボタン押していっていただけると嬉しいです。はい。チャンネル登録もしてくれるとなお嬉しいです。今回のインプレ動画以上です。それでは。